空間っていうのがどうしたって性質上人と人が会うための場所なんだろうっていうことがだんだん分かってきた。でそれが多分一番何か社会の、少しね進化していくために一番最初に必要なのはやっぱりそういう人と人が会う場所じゃないかっていうふうには思いました。でね、その上で気をつけなきゃいけないことがすごくたくさんあって、ある種その人と人が集まる場所ってすごい残酷な場所でもあるから、それでもこの状態をいいものにしたいと思ったんですよ。でそれには適切な距離感とかこう関わるようなこうしつらいみたいなものを丁寧に空間として作っていくことができれば、そういう全く気分のトーンの違う人たちがこう同居できるんじゃないかっていうことを、やれればいいんじゃないかって思ったんですが、それは間違いなく空間でできることだから、そういうことを建築とか空間でやっていければいいんじゃないかっていうふうに気づいた。ホスピスってね、亡くなる人のための施設だから、それもそれでねすごいシリアスなね設計だなと思ったんだけど、100人利用するね当事者の方がいらっしゃると、大体こう亡くなる時の本当に必要なものって100通りあるんだっていうことになんか気づくんですよね。でそうするとね、そういう一つ一つのものに建築って全く対応できないから、空間で対応できないから、本当にどうしたらいいんだろうなって思ったんですが、どんな状況であったとしても人と人がこう同じ空間を共有するとか、少し距離はあるんだけど一緒にいれる状況をやっぱり作れた方がいいんじゃないかって設計をねずっとやってると、それをやらないといけないんじゃないかと思ったんですね。一緒にいるって言っても交流じゃないですよね。一緒にお話をするとかそういうことじゃないんだけど、なんか同じ空気の中でいるということはすごく大事なことだと思ったんですよ。それでも多くのその医療従事者の方からはやっぱりそれはそうじゃないっていうこともたくさん言われてましたから、例えば家族のね亡くなるってことを受け入れられない家族と受け入れて、こう見届けようとしてる家族を同じ空間に入れると、これはこれでとっても残酷なことだ。だから、ね、そこもある距離感をちゃんと適切に空間が持てれば同居させることはできるだろうと。でそれを同居させることがね本当にいいことなのかどうかっていうのは僕にはまだわからないんだけど、人と人がいる場所をなくそうっていう発想はやっぱりやめたい。それをね同居させることをやめようと思うと空間いらないんですよ。建築はいらないってことになっちゃう。でもそういう建築とか空間はやっぱりあった方がいいと、信じてみたいので、そういうことを、ね、計画ではやってみたんです。僕がやってみたいっていうこととね、本当にそういうものを形作ってしまうことはやっぱり別だから、クライアントにこう模型を作ってこう差し出してみる。でその時に、関係者の方々、クライアントがどういうふうに思われるのか、そこがすごく大事だと思ったんですよね。でね、模型を見ると皆さんね大丈夫だって思う。それが不思議なことでしょ。悲しんでたとしても前向きだったとしても、人と人がちゃんといられる場所をやっぱり作る必要があるなと建築の設計者としてはやっぱり強く思ったので、それをこう、形にして模型にしてこう見てもらう。こういう環境だったら全然入れるねとか、これだったらむしろここは、死ぬための場所ではなくて生きるための場所になるんだとかね、そういうふうに専門家が気づいてくれるっていう、それがねすごい大きなことだったなと思って、だから形にして、やってみるとなんかイメージが膨らむとか、ね、それはやっぱりね模型で見てもらってあんまり説明もしないんだけど見てもらうだけだから、それでもなんとなくねこう理解してくれるから不思議だなと思ってます。僕はねいつもクライアントにこう、いわゆるプレゼンテーションの
ってあるでしょ、模型をね、あれをそのまま会議室に持って行って、あんまりこうコンセプトとかね、そういうことってあんまり説明はしてないんだと思います。まずはもう見てもらって、これ何あれ何っていろいろね見る方が疑問を持ってくれるんだけど、一番本質的なね、そのシリアスな状況に対してどうなのか、できるっていうふうに感じてもらえるかどうかっていう、そこにね話がねやっぱ不思議といくんですよね。模型ってこう人間のこう大きさのものを入れるでしょ、ブラウザーっていうんだけど、あれをね僕らはねすごく大事にこう配置をしようとしてるんだけど、あれって顔が書かれてないから、このブラウザーさんがねどういう気持ちでいるのかって特にこう表記されてないんですよ。このブラウザーがね悲しいのかね、前向きになってるのか嬉しいのかね幸せなのか分かんないけど、こうポツ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 と空間にこうばらまかれていて、なんかねその状態っていうのがね僕はすごくいいなと思って、見てる人がそこにこう感情移入をしてってるんだと思うんだけど、本当にさまざまな心持ちの方々が同居することになるから、皆さんがねそれぞれの想像力とか今まで自分たちが経験した会ってきた人たちのことをね多分ね想像してると思うんですよね。それでねなんかチェックしてるっていうことなんだと思う。でそれは僕らがアトリエでねチェックすることとまあ結構近いなと思って、なんか感情移入できる道具っていうのかな、そういうことをなんとなくねしてもらったような記憶がありました。なんかクライアントのなんていうんだろう、思考に合わせて使い分けてると思うんだけど、模型を出す前に全部が全部解決してないことが多いなと思っててね、本質に関わるようなところだと思ってるんだけど、そういうのを解決しない時に模型をこう見てもらってることが多いような気がします。それでね、どっちかっていうと僕は模型を使ってこうだこうだこうだっていう説明をさっきもお話ししたようにあんまりやらないだなって思っていて、プロジェクトに応じてなんですが、どっちかというと模型を見た時に、クライアントの側がどういうふうにこう感じてもらうのか、いいなって思ってもらってるのか、これありえないと思ってるのか。でもね大体がね1回くらいの模型の提示で済んでるんですよね。それでねそれなんだろうなって思ってることは、なんかね印象感想のねパターンがね大体あるんだけど、わあすごいっていう感じじゃないですよ。これっていう感じ、なんて言うんだろう、そういうのってなんかね知ってたかのような感じっていうのかな設計者としてあんまりやらない方がいいなと思ってることは、自分たちがね全てこう計画者として分かったことにして、これであれば安全だろうとか、これであれば空調がとか、これであったら使いやすいだろうっていうことをなんか先回りして全部決めてしまうってことはしない方がいいんじゃないかって思っているところがあって、見た時にクライアントの側から何かやっぱりこれはこういうものだとかこう思い出してもらうっていうのかな、こうすればいいじゃないかっていうふうに、そういう、主体を移すことをなんか模型を通じてやってるんじゃないかっていう気はしていました。要するに設計者が至れり尽くせりで完璧な建物をこうプレゼントするような形ではなくて、なんか使っていく人たちがこう自分の中にある大切なものに気がついて、これが大切なんだ、でその形とはこうなんだっていうふうになんか結びつけるための道具としては模型はねすごく大事だなって思ってます。僕がねプレゼンテーションっていうか模型をね持ってくるまでにやるまでは相当いろんな話してると思う。
なんか昔の写真を持ってったりね、あるいは建築の話の前にね、なんかどういう思想をねいいと思ってるのか。例えば52件の縁側の時にはもうクライアントがやっぱりその思想をすごくはっきり持ってた人だったから、 RC の、コンクリートの、特別養護老人ホームで嫌なことって何なのかとか、何が違うと思ってて、なんで日本の家屋みたいなものがいいのか、あとなんかいろんな昔の、集落の写真とか見ながら、そうそうこういうのが分かるって、お互いの共通の建築の空間のボキャブラリーをねまず整えることはよくしてると思う。例えば土間とか縁側とか軒とかね、そういうこう昔の人が慣れ親しんだ人と人が出会う場所っていうのをなんとなくねクライアント側は当然知ってるんですよね、経験として。でそれをね建築のボキャブラリーに一回変換をしておいて、それってこうだからこうなると思うってまず自分の考えをちゃんと伝えておくっていうことはしてると思うんですよね。皆さんやっぱり建築ってどういうものなのか、すごく機能的で合理的で使い勝手のいいものだっていうふうに皆さん理解をしているんだけど、でもその建築がなんで必要なんだっけっていう一番僕らがね大切にしたいと思ってることを知ってる人っていうのはそんなにいないかもしれない。でそれは僕だってね建築の設計の仕事をして、もうだいぶ時間が経つけど、本当に建築をなぜ作らなきゃいけないのかっていうことに気づいたのはやっぱりすごく最近なことだし、それをなんかそういう、むしろ気づかせてくれたのはね、そういうクライアントの方々とのお話の中で気づいているから、なんかねそういう会話をずっとやっているから、なんとなく模型を見た時にあそこで見たあれのことだっていうのはすぐなんか理解してくれてるんだろうなって思うし、逆に僕らのそういう創作、何もない敷地からこう立体でこうある姿を作っていくときに想像しなくちゃいけないものっていう記憶とか空間の要素とかそういうものっていうのはそこからこうなんていうんだろうな、借りてきて大きさを整えてみたり、プロポーションを整えてみたり、そこに求められてる機能をちゃんと入れてみたりしてるっていう。だからクライアントの代わりにやってるっていう感覚でやれるからなんだろうなってなんとなく思ってるんですけどね。できればそういうふうにやりたい。クライアントとはねすごいいろんな言葉を交わしながらね、言葉の意味とかその言葉の持ってるなんていうんだろうな、広がりっていうのかな、そういうのをねたくさん言葉を交わすんだけど、事務所の中でそういう話をたくさんするかっていうと逆にそうではなくて、うちの事務所の場合にはここが真ん中に大きな打ち合わせテーブルを置いて、そこで、模型を作りながらね、担当してるスタッフがいて僕もいてね、よくやってるのはね虫ピンでねボードをこう止めながらなんとなくこうプロポーションを見たり空間の広がりをどうしたらいいんだろうかってこう一緒になんかいじるっていう感じ、そういうことやってこうやって一緒にやって、ここがいいかもとかね、ここもうちょっと伸ばしてとか、ちょっとここ取ってみてとかでピュッピュッてつけながらこう2人で見ながらなんかいいねっつってやってることは多いですよ。だからそれもね面白いなと思うのはね、僕もね自分だけほらこれいいだろって思ってもいやそうですかみたいな時ってちょっと違うのかなと思ってね問題意識は2人でね共有した時にちょっとここがこう広がりがないなとか、ここがこうなんかこう空気がよどんでんなみたいな、よくないですねっていう話をこうしてると、それどうしたらってやると2人でね同じこれだったらいいなって思えるものをなんか探すっていうのかな、気づくっていうのかっていうことをやってることが多いですね。
気づくっていうことなのかな、気づくってことやってるのかな。いつも思うんだけど、建築ってなるべくできればやっぱ50年とかね、できれば80年とか持たせたくって現場管理しっかりしていくんだけど、その割にはやっぱり建築を作ってる時間って経った後に比べればすごく短いでしょ。2年くらいのこう考えていく時間とできてそこにある時間って考えたらすごいちっちゃいわけなんだけど、なるべくこの考えてる時間をこうずっと長くしてたい。だからなるべく動いてるプロジェクトはいつも見えるところに置いておいて、こう気になってるとか、こう、好きなね絵を見るみたいな気分でね、こう見て毎日見ててやっぱりこう気になるなとか、そういうことをやってちょっと模型をカサッて取ってみてちょっとこう手を入れてみたりとか、そういうことをしたり、だからなるべくこう時間がかかったり、あるいはこう自分のなんていうのかな、体の一部になっていくようなものにしていきたいと思ってるのかもしれない。うちのスタッフも一人の当然人間として、いろんなことを考えてるわけだけど、でもそれをこう出していくとか感じるって結構難しいことだと思ってて、そうするとどうしたらそのやってる人の頭の中見えたりとか、なんか迷ってるところがあるのかとか、そういうことをすごく気づきたい。でそうすると模型でそういう今言ったようにここのテーブルで一緒になって作業するっていうことが、一番最終の出口っていうか、その手前で、それぞれが例えば敷地を見て思ったこととか、なんか僕と話をしてここはこんなイメージかなって言ってこういろんな昔の写真をこうピンナップしておくとか、あるいはCG で立体でこうマテリアルを与えていくものがあの辺にたくさん塊があるけど、それをペタ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 貼っておいて、その辺を見ながらここの模型をこう戻していくとか、ここに大きな本棚があるんだけど、僕にとってはもうこれも一緒で、もう誰もが知っているものをなるべく揃えておきたいし、なるべくこうよく見ておきたい。だそれとこう自分のなんか記憶と経験と、あるいは旅に行った時のなんかスケッチとかメモとか、そういうものと一緒になんかこういつもなんか見えるようにしておくっていうのかな。なんかね、模型だけで終わらないんだろうなと思って、事務所のこう活用の仕方っていうか、見えるようにしておくっていうのかな。今ねお話ししたようなクライアントとのやり取りで、建築ってこういうふうにやっていけるともしかしたらすごくなんか意味のあるものになるかもっていうふうに思ってきていたから、なんかそういうこう自分の中でも旅をした記憶とかね、なんか自分の体にこう染み込ませるみたいなものをなんかたくさんやっておいて、でいっぱいピンナップしておいて、なんかそれをこうみんなでちょっとずつ出して確かめていくっていう、そういうことをやれると、なんかそのクライアントの持っている、だから自分以外の、人たちの持っている記憶とか体験みたいなものにどうやって自分がね、関係ない自分がこうタッチできてね、でそれをこう外に出してあげられるかっていう、なんかそういうことをなんかここのアトリエでやろうとしてるんだなと思ったり、それとこうなんか動かすとか手で触るとか、硬いとか柔らかいとか、そこにマテリアルいっぱいあるのもそういうことなんだけど、なんかねそういうものの一番最後として模型っていうのはすごくなんか一番出しやすい道具なんじゃないかと